はい、セリカさんです。今回は HG ガンダム00スカイメビウスとオプションパーツセットのメテオホッパーを塗装していきます。これらのプラモに100均のセリアで購入したメタリックプラモ用マーカーを使ってみます。下地の色の影響具合も実験するので、どんな商品か分かりやすい内容となっています。何度でも見返せるようにチャンネル登録しておくと便利です。それでは始めていきましょう。早速プラモ用マーカーの実験をしていきます。今回はブルーメタリックとグリーンメタリックの商品を使います。下地にはホワイトとブラックを使います。ちょうどホワイトのランナーがあるので、これのタグをテストピースにしていきます。ブラックの下地はこれらに塗装をして作ります。ブラックの塗料はカインズで販売されている水性スプレーを使いました。これだけのためにエアブラシで塗装するのが面倒だったので、すぐに作業できて片付けもないスプレーで塗装しました。こういう時にスプレーがあると便利です。次にプラモ用マーカーでテストピースを塗装していきます。この商品は先端が細いタイプなので、正直広範囲の塗装には向いてないです。器用な人なら綺麗に塗装できると思いますが、私は不器用なので無理です。逆にガンダムマーカーエアブラシを使う場合は、このペン先の方がやりやすいので、それを使う人向けなのかもしれません。広範囲に塗装する場合は、ペンを傾けて塗装すると多少は塗る範囲が広がって作業がやりやすくなります。それでも筆跡は出やすいので、すごく綺麗に塗装するのは難しいと思います。見た目が綺麗な塗装をしたいなら、素直にガンダムマーカーエアブラシとかを使った方が満足度が高くなります。それと塗料がたくさん出すぎる時もあるので、いきなりパーツに塗装しない方が安全です。映像ではテストなのでいきなり塗っていますが、実際にプラモに塗装する場合は試し塗りしてから本命のパーツに塗装した方がいいです。それでは比較してみましょう。まずはブルーメタリックから確認します。左がホワイト下地で、右がブラック下地のテストピースです。下地の影響はそこそこあるようで、見た目の明るさに差が出ました。ホワイト下地は明るめに、ブラック下地は暗めになっています。どっちがいいかとかではなく、目的によって使い分けてください。次にグリーンですが、こちらもブルーと同じように下地の影響を受けています。こういうマーカーを使う時ってパーツにそのまま塗装することが多いと思うので、そのパーツの色には気をつけた方がいいです。もちろんそこまで気にしない人はそのままでも普通に使えるので安心してください。どちらもメタリックらしい見た目なので、気になったら使ってください。ついでなので塗料を落とす実験もしておきます。なるべく安全にできた方がいいので、マジックリンを試します。このマジックリンを綿棒に含ませて塗料の表面をこすっていきます。テストピースは2日ほど乾燥させています。綿棒でこすっていますが、この方法だとほとんど塗料が落ちませんでした。ずっとこすっていれば少しは塗料が落ちていますが、どれだけ時間がかかるのかわからないです。ラチが開かないのでテストピースの一部を切り取って、それをマジックリンの中に沈めて放置してみます。テストピースは後で何かに使うかもしれないので、一部だけ切る方法にしました。切り取った破片をマジックリンの中に沈めて1日放置してどうなるのか確認します。1日放置した状態ですが、この状態だと特に変化は見られませんでした。少しグリーンが薄くなっているような気もしますが、よくわからないです。なので取り出して確認してみます。塗料が落ちるのか綿棒でこすってみました。撮影を途中から始めたので少し塗料が落ちていますが、塗料が落ちやすくなっていました。綿棒でこすれば簡単に落ちるので時間がかからないです。ブルーも同じように落とせましたが、同じ作業なので映像は省略します。今回は1日放置してから作業してますが、どれくらいの時間で十分なのかは今回は検証していません。とりあえずマジックリンで落ちるのかどうかだけを確認しました。実験が終わったので仮組み状態を軽く確認しておきます。主にホワイトとブルーのパーツが外装に使われています。特にホワイトでもクリームのようなホワイトと普通のホワイトの2種類となっています。ブルーも同様に明るいブルーとブルーというより紺に近い色の2種類です。関節と武装はブラックのパーツが使われていて、他のガンプラでも見られるような普通のパーツです。メテオホッパーはグリーン、ホワイト、ブラックのパーツで構成されています。こういうオプションパーツは初めて購入しましたが、作りやすくてすぐに組み立てすることができました。値段もガンプラを買うよりは安くてこの見た目なので正直驚きました。オプションパーツって他にもたくさん種類があるのでちょっと興味が出てきました。確認することが終わったので実際にガンプラに塗装していきます。その準備として最初にゲート跡をきれいにしておきます。ゲート跡の処理にはガラスヤスリを使って簡単に作業しました。ガラスヤスリは紙ヤスリと違って削りカスを取り除けば何回でも使えるので効率が良くなります。
紙やすりと違って粗い番手から細かい番手にしていく必要もないため、深いこだわりがなければガラスやすりで十分です。クリアパーツに使う場合は力加減が難しいですが、こういう普通のパーツに使う分にはすごく便利な商品です。ここからは実際に塗装していきます。今回はガンダムマーカーエアブラシを使います。私は不器用なのでマーカーだけで綺麗に塗装するのは無理です。素直に便利な道具に頼らせてもらいました。このマーカーは少し細いのでエアブラシとの位置をうまく調整できないです。このまま塗装してもうまくいかないのでマーカーを少し太くする必要があります。やり方は何でもいいですが、私はマスキングテープを巻いて太くしました。どれくらい巻けばいいかとかはわからないので何も考えないで感覚で作業しています。あまり太くしすぎると今度は穴に入らなくなるのでそこだけ注意です。あとは固定できるか確認します。マーカーの先端とエアブラシの先端がちょうどいい位置に調整できることを確認できたら塗装をしていきます。塗装しても動かないようにしっかり固定されていることを確認してください。固定できたらパーツに吹き付けていきます。このエアブラシシステムはエアー缶でやる場合には全塗装には向かないですが、こういう少ないパーツを塗装するだけなら便利です。明るいブルーのパーツも同じように塗装しました。ブルー系のパーツは明るいパーツと暗めのパーツがありますが、明るいパーツはこのまま塗装しています。もっと明るくしたいならホワイトにした方がいいですが、このままでも十分です。マーカーと同じ色のパーツに塗装した状態も確認したかったので、グリーンも含めて直接パーツに塗装しました。次に下地をブラックにするパーツを塗装します。下地をブラックにするパーツはクリームのようなホワイトのパーツと暗いブルーのパーツです。下地には実験の時と同じスプレーを使いました。このスプレーがもう少しで使い切れそうだったのでさっさと捨てたかったという理由もあります。ブラックの塗料が乾いたらシルバーのスプレーを使って塗装します。ホワイト系のパーツは全部シルバーにするつもりだったのですが、下地をブラックにしたパーツとそのままのパーツに分けることで違いが出るようにしました。ブラックのスプレー同様にシルバーのスプレーも使い切れそうだったのでこのようにしました。暗いブルーのパーツはプラモ用マーカーのブルーメタリックで塗装しています。これも見た目の違いを出したかったのでブラックの下地にしました。パーツ数自体は少ないので作業自体は楽でした。マーカーとは関係ないですが、ブラックの下地だと色がついていく工程がはっきり分かって塗装してて楽しかったです。最後に関節のパーツは水性塗料の赤鉄色で塗装しました。これは普通のエアブラシを使っています。今回はラッカー系塗料をなるべく使いたくなかったので、このパーツに限らずなるべく匂いがしない塗料を使っています。シルバーとゴールドのプラモ用マーカーを使った動画もあるので、気になったらコメント欄からご視聴お願いします。メテオホッパーのホイール部分をシルバーに部分塗装していきます。ただ形状が複雑なため、スプレーで塗装する工程と筆で塗装する工程に分けます。最初に中央の円部分をスプレーするので、それ以外の部分をマスキングしておきます。円にマスキングするのは難しいのでデザインナイフで切り取りました。円のディティールがガイドになってくれるので作業しやすかったです。今回は円の周囲もシルバーで塗装するので、ある程度はみ出ても特に問題はないです。タイヤに塗料がつかなければなんとかなるので気楽に塗装ができます。ここまで終わったらスプレーをしていきます。スプレーで吹き付けるだけなので特に説明することはないです。この時は昼間に作業したので猛烈に暑かったです。夏場のスプレー作業は涼しい朝方にやった方がいいですが、最近はすぐに暑くなるのでなかなか難しいです。塗料が乾燥してからマスキングを剥がします。こういう時の塗装はだいたいはみ出たらいけない時なので、マスキングを剥がすのは緊張することが多いですが、今回ははみ出ても問題ないので気は楽でした。このままでも良さそうですが、周囲もシルバーにしたかったので今度は筆で塗装していきます。映像はないですが、塗料は紙コップの中にスプレーして取り出しています。あとはそれを筆で取って塗装していきます。筆でやるときもマスキングをした方がいいですが、面倒になったので気合ではみ出ないように作業しました。というか部屋が暑くてだるかったので、多少はみ出てももういいやくらいの気持ちでした。ここまでやったら終わりです。筆で塗装した部分がデコボコしてますが気にしないことにしました。他にも部分塗装しているパーツはありますが、目立つ部分はここくらいなので他の説明は省きます。部位ごとに組み立ててから最後にトップコートをしていきます。このようにした方が必要なところにだけクリアを吹けるので塗料の節約になるし時短にもなります。クリアには水性の光沢を使いました。エアブラシで吹き付けていますがスプレーでも大丈夫です。
ラッカー系クリアを使うと臭いし塗料を侵食してしまうかもしれないので水性クリアにしておきました。吹き付けている時に塗料が乾燥しないように近めで強めに吹き付けています。あとはクリアが乾燥したら組み立てて完成です。それでは完成品を見てみましょう。今回はセリアのメタリックブルーとメタリックグリーンのプラモ用マーカーを使ってみました。00スカイにはメタリックブルーを使用しています。ペン先が細いので使う場合は注意が必要ですが、見た目はしっかりとしたメタリックになります。今回みたいにガンダムマーカーエアブラシとかを使えば綺麗に塗装もできるので、部分塗装に使うのにおすすめです。メテオホッパーにはメタリックグリーンを使用しました。こちらもメタリックらしいいい色をしています。今回は下地を変更しないでそのままパーツに塗装しましたが、十分明るい見た目になりました。最後にメテオホッパーにメビウスを乗せてみます。メテオホッパーの中央に固定用の軸があるのでこれを引き抜きます。引き抜かなくても固定できそうですが、こうした方が作業しやすいです。引き抜いた軸をガンプラの固定用の穴に入れます。メテオホッパーに取り付けるので刺す方向には注意してください。あとは足を曲げてメテオホッパーに取り付けるだけです。メビウスの場合は簡単に取り付けできましたが、ガンプラの大きさや構造によってはできないこともありそうです。取り付けた後はハンドルを持たせて終わりです。これもこういうハンドパーツがないと持たせることができないです。これを見た時にフェニーチェってこんな風に乗ってたんだって思いました。ビルドファイターズを見たのがもう何年も前なので細かい記憶がないですが、ちょっと衝撃的でした。私の中ではバイクみたいにまたがって乗っていたと思っていたので、このプラモを作って改めて知ることができました。それではこの動画を終わりにします。このチャンネルではガンプラをメインにいろいろな実験をしながら動画を投稿しています。チャンネル登録前に他の動画も見ていただけるとプラモ作りの幅が広がります。それでは次の動画でまたお会いしましょう。